にちは。シミカバー研究同好会の成田藤江です。本日は銀座ステファニーさんのクッションファンデーションアルーチェルーチェプラスをレビューします。こちらのクッションファンデーションはコンシーラーいらずのカバー力とのことです。本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。銀座ステファニー化粧品アルーチェルーチェプラスクッションファンデーション。このクッションファンデーション一つで美容液、日焼け止め、下地、ファンデーション、コンシーラー、ハイライトの6役をこなします。30秒で悩みカバー、理想的なうるつや肌へ導くクッションファンデーションです。コンシーラーいらずの高いカバー力、塗っている間も美肌に近づく肌に優しい美容液成分約 70%、 ベビーコラーゲン EX やシフォンセラミド、オーロラヒアルロン酸などこだわりのハリツや潤い成分が配合されています。紫外線対策も SPF50+PA4+ と国内最高基準。お色は肌になじみやすい2色展開。01ナチュラルベージュ、02ナチュラルオークル。ファンデーションを指に取って腕に塗ってカラースウォッチを作ります。01ナチュラルベージュ、少し濃いめに色を置きます。ナチュラルオークル02番です。ちょっとスマホだと色が分かりにくいかもしれません。人気があって店頭でも試しやすいティルティルの色も腕に出してみます。ミニクッションで展開されている3色を塗ってみます。17C ポーセリン、21N アイボリー、23N サンドの3色です。マスクフィットレッドクッションはティルティルのクッションファンデーションの中でもカバー力が高めのものになります。パフがとても小さいです。ミニクッションの色展開は現在3色です。中間のお色味 21N アイボリーが01のナチュラルベージュに近いお色味のような気がするので、まずはこちらの色を塗ってみます。塗りたての 21N アイボリーは少し明るいですね。でも時間が経つと色が濃くなるような印象があります。02ナチュラルオークルに近いと思われる 23N サンドを塗ります。17C ポーセリンです。カラースウォッチが完成しました。 iPhone のカメラで撮っているのですが、ちょっと色味がちらちらと変わってしまって見えにくくて申し訳ありません。この角度にするとちょっと黄みがかった色味に映って、この角度にすると少し青みがかった色に映るんですよね。実際はちょっとこことここの間っていう感じですね。こんなにオレンジじゃないんだけど、ここまで青くもないっていう感じです。実際に肉眼で見ている色の印象をお伝えします。アルーチェルーチェ01番ナチュラルベージュに一番近いお色味はティルティルだと 21N アイボリーかなと思います。ただティルティルの 21N の方がピンクみ、赤みが強めです。ティルティルの 21N の方が比較してみると少し白っぽく明るい印象です。アルーチェルーチェ02番ナチュラルオークルに一番近い色味はティルティルだと 23N サンドかなと思います。こちらもティルティルの 23N の方がオレンジっぽい、ピンクっぽい赤みが強いように感じます。色のトーンの参考程度にご覧いただけましたら幸いです。ちなみに私が普段使っているファンデーションはクレドポーボーテのタンフリュイドエクラナチュレルのピンクオークル10です。このファンデーションはコスメカウンターで BA さんに肌を見ていただいて選んでいただいた色です。このピンクオークル10か普通のオークル10でいいんじゃないかなって言われました。アルーチェルーチェのナチュラルベージュもちょっと塗ってみますね。色のトーンは全然違います。やっぱりこっちはピンクオークルというだけあってピンクがかっていますね。少し時間が経って色が落ち着いてきた状態です。
クレドポーのピンクオークル10とアルーチェルーチェのナチュラルベージュ、結構色味が違うんですが、どちらも私の肌にはなぜか割とマッチしています。仕上げたい印象によってピンク寄りかベージュ寄りで変えてみてもいいのかもしれないですね。あとは塗布する量ですかね。結構今こうポンポンポンって薄くなじませたらだいぶ差がなくなったような感じがします。ここから上がピンクオークル、こっちから下がナチュラルベージュアルーチェルーチェです。次はこの2色を頬に塗ってスウォッチを作ります。まずは何も塗っていないすっぴんのお肌の状態をお見せします。私の年齢は50歳です。肌質は乾燥肌よりの混合肌、皮膚は薄めでキメは細かめです。肌の色は標準よりもほんの少し明るめです。まずはこちら側のお肌に指でファンデーションを取って厚めに塗って色をお見せします。01番ナチュラルベージュです。すごい綺麗にシミが隠れています。ナチュラルオークル02番です。色味は結構違いますが、どちらも肌になじみやすい色です。私の肌色にはこっちは少し明るいし、こっちは少し暗いっていう感じで、ちょうど間があったらよかったなという感じはします。でももしかしたらファンデーションは塗ってしばらく時間が経つと色が濃くなることがあるので、こちらの明るい色でも大丈夫かなという気もします。色選びの参考用にティルティルも塗ってみます。17C ポーセリン、21N アイボリー、23N サンド。どうでしょう、色選びの参考になりますでしょうか。番号を振ってみました。塗りたての時のティルティルはかなり明るいなと思ったんですが、時間が経ったら馴染んで少し暗く落ち着いた色になってきました。アルーチェルーチェのナチュラルベージュ01番に一番近いのはティルティルだと 21N かなと思います。ティルティルの方が少しピンクみがかっていて明るいような気がします。アルーチェルーチェのナチュラルオークル02番に近いのはティルティルだと 23N かなと思います。23N の方がピンクみ寄りで少し発色が良いような感じがします。アルーチェルーチェのナチュラルオークル02番の方が肌なじみがいいような感じがします。これは個人差があると思います。画面越しだとちょっと分かりにくいし、人によって見え方が違うかなと思うので、参考程度にご覧いただけましたら幸いです。こちら側の頬には通常メイクをするような感じでパフで塗布します。ナチュラルベージュ01番を上の方に塗ってみます。ナチュラルオークル02番を下に塗ります。今はポンとワンクッション置いただけの状態です。かなり隠れてますね、シミや色ムラが。少しポンポンとなじませてみます。02番のナチュラルオークルもなじませます。ちょっと色が混ざらないように塗るのが難しいです。上のこの辺りがナチュラルベージュ01番、この辺りが02番ナチュラルオークルです。なじませる前の01ナチュラルベージュはこれなんですけど、だいぶなじませると色の雰囲気変わりますね。これが02ナチュラルオークル、この辺りがナチュラルオークルです。
私の肌の色には01番が合っているかなっていう気がします。でももしかしたら02番をちょっとチーク風に広範囲に塗って肝斑を隠すっていうのもありかなっていう感じがします。自然な優しいオレンジ色っぽいので、こういう色のチークが好きな方だったらそれもありかなっていう気がします。カバー力が高いクッションファンデーションってワンクッションポンって置いた時はシミ隠れたってなるけど、ポンポンと叩き伸ばしたらシミが浮き上がってきちゃうっていうイメージだったんですが、これ結構ポンポンした割にシミが綺麗に隠れています。私のシミは濃いからちょっと少しうっすら見えちゃってますけど、薄いシミの方だったら本当にこれだけで全然綺麗に隠れちゃうと思います。私ももう少し重ねたら綺麗に隠れるんじゃないかなという気がします。本当にコンシーラーいらずかもしれません。少し離れてみるとこのような見え方です。塗りたての時01番ナチュラルベージュちょっと明るいかなと思ったんですが、やっぱり予想通り少し色が落ち着いて暗くなったので肌の色にぴったりとなじみました。大変お待たせいたしました。それでは今からアルーチェルーチェプラスを使ったシミカバーメイクを始めます。こちらは1台6役30秒でメイクが完了とのことなので、30秒メイクにチャレンジしたいと思います。まずはこちら側半分だけファンデーションを塗ってみます。半分の顔なので15秒にセットしてみます。それでは15秒スタート。15秒経ちました。半顔15秒メイクはこのような結果になりました。このほっぺの広い部分、シミが一番ある部分は結構ポンポンポンとやっただけで綺麗に隠れています。私は小鼻の毛穴が大きいので、ここが綺麗に埋まりませんでした。私はメイクが下手で呪いので、半顔15秒ではあまり綺麗に仕上げることができませんでした。カメラのモニターを見ながら塗ったのでちょっと塗りづらかったっていうのもありますし、慣れてきたらもしかしたら早い方だったら30秒で本当に綺麗にカバーできるかもしれません。ちゃんとパフでなじませてみます。このパフのとんがり部分が細かい小鼻のあたりですとか目の際のあたりにすごくフィットして塗りやすいです。ただちょっと難点というほどじゃないんですけど、こちらが白い色なので、このファンデーションがついて汚れが結構目立つのが気になります。でも逆に汚れが目立つ方が洗いたくなるので、清潔が保てて良いのかもしれません。細かい部分にピンポイントで塗りたいときは、この先っぽをトントントンとして塗ると塗りやすいです。この辺の少し気になる部分は重ね塗りしてみます。こちらの濃いシミの部分にも重ねてみます。付属のパフだけを使って丁寧に仕上げてみました。かなり自然な感じでシミが綺麗に隠れていると思います。シミが気になる濃い部分は何度か重ね塗りをしたんですが、コンシーラーのような不自然な厚塗り感は出ていません。小鼻の毛穴も結構綺麗に隠れています。適度にツヤのある仕上がりです。かなりハイカバーなのに厚塗り感がなく自然な仕上がりです。コンシーラーと比較したらさすがに少しカバー力は劣るかもしれませんが、でもあまりカバー力が高くないコンシーラーと比較したらこちらの方がハイカバーかもしれません。それではこちら側の顔もファンデーションを塗っていきます。この
一塗りであっという間にシミが綺麗に隠れます。すごいカバー力ですよね。この辺は何も塗っていないシミだから、こっちと比べるとだいぶ隠れていることがわかると思います。こちらのファンデーション、すごくいい香りがします。すごく優しいバラの香りがします。もしかしたらこの香りは好みが分かれるのかもしれませんが、私はナチュラルな感じで好きです。はい、カバーメイクが仕上がりました。タッチアップの時は明るすぎるように感じたので白浮きするかと思いましたが、肌に馴染みました。透明感のある自然な肌に仕上がりました。離れてみるとこのような見え方です。ビフォアの映像を撮り忘れていたので過去の映像を使用しました。少し比較が分かりにくくなってしまって申し訳ありません。私のシミは強力なので、この辺の濃い部分はやはり少し浮き出てきていますが、薄いシミであったり全体的にふんわりとした乾パンの方であれば、このファンデーションだけでコンシーラーいらずで綺麗に仕上がるんじゃないかなという気がします。シミが気になる部分はパフで何度か重ね塗りをしましたが、重ねた部分の色が変に濃くなることもありませんでした。ハイカバーのコンシーラーと比較したら、やはりシミが少し浮き出てきているかなという気はします。タッチアップした時は少し肌の色と合わないかなと思ったんですが、こうやって見ると首の色との差もあまり出ていませんし、かなり肌なじみのいいベージュなんだと思います。日焼け止めも化粧下地もコンシーラーもなく、このファンデーション一つでかなり綺麗にカバーできました。ルーセントパウダーもいただいたので仕上げに使ってみようと思います。見てください。とっても可愛いパウダーなんですよ。クッションファンデとお揃いのゴールドローズがレトロで素敵です。ケースはオーロラのような上品な輝きのホワイト、一体型のフィルムが便利で気に入りました。パフのデザインも凝ってますよね。しっかり厚みもあります。こちらのパウダーはただカラフルで可愛いだけではありません。こうやってくるくるっと混ぜて使うこともできますし、単色だけ取ってカラーコントロールのように使うこともできるそうです。私は小花の赤みが気になるので、先ほど取ったグリーンを少しのせてみます。ちなみに今使っている筆は資生堂のコンシーラーブラシ筒筆です。私は T ゾーンがテカりやすいので、おでこと鼻にはくるくるっと混ぜて使ってみようと思います。こちらは SPF50 プラス PA4 プラスの日焼け止めパウダーです。パウダーだとお出かけ先の日焼け止めの塗り直しにすごく便利そうですよね。すごいサラサラとした仕上がりになりました。話しながらパウダーをしていたら、どうやらつけすぎてしまったようで少し白浮きしてしまいました。こちらのパウダーは透明感は出るのですが、つけすぎると少し白浮きしてしまうかもしれません。それではこのまましばらく時間を置いて経過を見てみたいと思います。はい、だいたい7時間が経過しました。今日は外に2時間ぐらいお買い物に行き、あと2時間ぐらい寝てしまいました。なので少しメイクがよれているかもしれません。近づいてみるとこのような見え方です。外が暗くなってしまったので照明をつけています。比較が分かりにくくなってしまって申し訳ありません。ファンデーションが崩れたりくすんだ様子はなく、シミもさほど浮き出てきていません。離れてみるとこのような見え方です。照明から離れたためさらに暗くなってしまい申し訳ありません。
離れた距離から見るとテカリは少し気になりますが、全体的に綺麗にベースメイクをキープしているように見えます。シミは少し浮き出てきています。でもコンシーラーを使ってもこれくらいシミはだいたい浮き出てきちゃいますよね。なので許容範囲かなと思います。全体的に嫌な崩れ方もしていないし、ツヤの感じも綺麗です。このシミに重ねた部分が少しオレンジ色っぽい、黄色っぽいような感じになったかなと思います。でも全体的にムラがなくオレンジ色っぽいので、そんなに不自然な感じはありません。T ゾーンにパウダーをして少し白浮きしてしまったと思ったんですが、時間が経ったら馴染みました。でもグリーンを塗ったこの小鼻の部分、ここだけ少し白く残っています。でもこれだけ白く残るということは、適度な量を塗れば綺麗に赤みが隠せるのかもしれません。私は何もしないと T ゾーンがかなりテカってしまうんですが、パウダーをしたので少しテカリが抑えられているような気がします。ここの方の部分はパウダーをしなかったので、適度に綺麗なツヤが残っています。目尻のシワにはこのようなたまり具合です。こちら側はこの辺りが少し気になるかな。こっちはこの辺が少し気になります。でも変な風にこう溜まってる感じではないですね。私は目尻の小じわが多いので、これぐらいファンデーションが溜まるのはまあ普通かなという感じがします。でもこの目のあたりはなるべく薄めに塗る方がいいと思います。お化粧直しに使ったらどういう感じになるかもやってみようと思います。少しティッシュオフしてみようと思います。少し厚塗り感は出てしまったかもしれませんが、シミは綺麗に隠れました。お肌もツヤっとつるんと綺麗に見えます。ただ小鼻は少し毛穴落ちみたいな感じになってしまいました。これは私の毛穴が大きいからだと思います。私の場合は小鼻はファンデーションを塗らずにティッシュオフだけにしておいた方が良さそうです。簡単で綺麗にお化粧直しができました。クッションファンデーションはコンシーラーと違って塗り直しが楽なのがとてもいいなと思いました。銀座ステファニーさんのアルーテリューテプラスのレビューはいかがだったでしょうか。アルーテリューテプラスを使用してみた正直なレビューをまとめてお伝えしたいと思います。正直言いますと、私はいつも同じリキッドファンデーションばっかり使っていて、しかもカバー力が高いファンデーションは厚塗り感が出そうと思ってほぼ使ったことがありません。なのでファンデーションのカバー力については他社製品との比較が上手にできていないかもしれません。その点ご了承いただければと思います。まずは肝心のカバー力について、私の濃いシミにはキャッチコピーの30秒で悩みカバーとは残念ながらいきませんでした。カバー力自体はかなり高いと感じましたが、私の場合は何度か重ね塗りが必要でした。次は仕上がりについてです。乾燥する感じはなくツヤ感のある仕上がりです。私はこのツヤが好みですが、マット肌がお好みの方はちょっとイメージが違うかもしれません。コンシーラーの場合は重ね塗りをしたり量が多いとその部分だけ厚みが出て色も変に濃くなって不自然になってしまいがちですが、
こちらのファンデーションは重ねてもそれほど厚塗り感がなく、割とナチュラルに仕上がりました。やはり重ねると正直少しだけオレンジ色が濃く見えます。パフで広範囲に塗っているせいか、シミの部分だけが濃くなるわけじゃないので、そんなに浮いた感じはしませんでした。薄いシミや乾パンの方なら軽くポンポンで隠せそうな気がします。この付属のパフがすごく使いやすくって気に入りました。きちんと厚みがあるし、この先の尖った部分が細かい小鼻や目尻などにフィットして使いやすかったです。クッションファンデーションは時間が経ってシミが浮き出てきて気になった時でもポンポンと簡単にお直しできるのがいいと思いました。コンシーラーの場合はそのまま重ねるとゴワゴワ感や厚塗り感が出て不自然になってしまうことが多いので、私は軽くコンシーラーをオフしてお肌を慣らしてから再度コンシーラーを塗るという感じでお直しをしています。こちらの場合はそういった手間がなく楽にお直しできるのが魅力だと思いました。時間経過についてです。時間が経ってもそれほどシミは浮き出てきませんでした。目尻にほんの少しだけ溜まりましたが、乾燥は気になりませんでした。美容液成分が入っているせいなのか、塗って長時間経過して夜になってもお肌の疲れをあまり感じませんでした。肌悩みの多い私の年齢に合っている製品な気がして、使っていてとても安心感があります。個人的に気に入った点についてです。個人的に香りが気に入りました。自然で上品なローズの香りがアロマっぽくって癒されます。ただ結構香りがするので、香りの好みは分かれるかもしれません。そしてこのデザインが気に入りました。私は基本的には割とシンプルなデザインのものが好きなんですけど、これに関してはあえてこのクラシカルでレトロな感じも可愛いなと思いました。気になった点についてです。私はクッションファンデーションをあんまり使ったことがないので、量の調整が少し難しいなと感じました。 SPF50 プラス PA4 プラスの日焼け止め効果が入っていますが、正直日焼け止めの効果をきちんと出そうとするとかなり厚塗りになってしまいそうな気がします。紫外線が強い日や長時間のお出かけの場合は、私は日焼け止めも併用したいと思いました。こちらのパフ、一つ気になる点がありまして、こちら側が薄い色なのでファンデーションがついた部分の汚れが少し気になります。汚れが気になってこまめに洗いたくなるので、ちょっとお手入れがめんどくさいなと感じました。でも衛生面的にはいいかもしれません。こちらのパフは3枚入りのセット販売もありますので、洗い替え用に3枚セットを購入しておいてもいいかもしれません。あと色展開が2色のみなので、お肌の色に合わないというパターンもありそうです。私もタッチアップした時はちょっと肌に合わない色かなと感じたのですが、ナチュラルベージュは肌なじみが良くて意外と肌にマッチしました。でも本当に色は個人差がありますからね。なのでこちらの動画が少しでも参考になればいいんですが、やっぱりカメラと実物だとどうしても色が違って見えてしまうんですよね。なのであくまでも参考程度にご覧いただけますと幸いです。それでは感想をまとめます。こちらのアイテムはすごく便利だなと思いました。コンシーラーでシミカバーメイクをしていた時は、ちょっとだけ外に買い物に行かなきゃいけないっていう時とか、本当にもうシミカバーメイクをするのが億劫だったんですが、こちらのクッションファンデーションだと軽くポンポンとやるだけである程度気になるシミが隠れるので、
出かけるのがすごく楽になりました。下地とファンデーションの相性が悪いともろもろが出てしまうことがあるのですが、それを気にしなくていいのも嬉しいですし、あとコンシーラーってファンデーションとの色合わせが難しくないですか？シミを隠すためには少し濃い色のコンシーラーがいいと言われていますが、そういった色を塗るとファンデーションの色と合わなくて変にそこだけ浮いてしまったりすることがありました。でもこれの場合は同じ色を重ねるので、重ねた部分は多少濃くはなりますが、色味自体は一緒なので、そういった色のちぐはぐ感がなくてよかったです。このパフだけでも綺麗にカバーできましたが、個人的にはこういったコンシーラーブラシを使ってクッションファンデーションをポンポンと少し多めにつけて、気になる濃いシミの部分にもポンポンと優しく押すようにすると綺麗にカバーできたのでおすすめです。この方法でカバーをするとコンシーラー本当にいらないぐらい綺麗にシミを隠すことができました。スタンプを押すような感覚でポンポンポンとやると綺麗に隠れました。最後にこちらのアイテムの購入方法についてお伝えします。こちらの商品は店頭販売がなくて通販のみなんです。使用感や色を気軽に試せないっていうのはベースメイクの場合は購入の際ネックになりますよね。そこで銀座ステファニーさんでは最初のお試しのハードルをかなり下げてくださっています。こちらのアルーチェルーチェプラスは通常価格税込5280円なんですが、初回限定価格はなんと税込1990円です。定期購入ではなく1回買い切りでお試しできるので安心です。仕上げに使用したこちらの3ブロックパウダーとのセット販売もあります。こちらのパウダーは単品で定価6050円です。クッションファンデーションとのセットだと通常11,330円のところを初回限定6490円でお買い求めいただけます。詳細は概要欄に記載しておきますので、ご興味ある方はご覧になってみてください。このクッションファンデーション、私は気に入ったのですが、お化粧品は本当に人によって合う合わないがあると思うので、参考程度にご覧いただけますと幸いです。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。この動画が少しでも気に入っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録をしていただけますと次の動画制作の励みになります。また次の動画で皆さんにお会いできることを楽しみにしています。バイバーイ。